失礼しました。はい、皆さん、こんにちは。車の大事典、角川しのぴーです。今回は、ちょっと前になるんですが、車内におすすめな洗車用品っていうのを紹介したんですよ。気になる方はね、ぜひ見てもらいたいんですが、この動画のコメントで多かったのが、レザーシートにおすすめな洗車用品も教えてもらいたいですと。確かに、この動画では、ファブリック、布のシート、例えばシミがついちゃったら、こういうものを使ってこうすれば落ちますよとか、そういうね、紹介はしているんですが、レザーシート全くやってないんですよ。やればよかったなと思い、今撮影をしております。その後にコッホケミっていうドイツのね、洗車ブランドの PSS っていう、これはまあ外装なんですが、ゴム類だったり、あとはミト操樹脂に使用できる復活剤っていうか艶出し剤を紹介したんですよ。その時の動画結構ね、たくさんの方に見られていて、その動画のコメントで、次はコッホケミの商品たくさんあるので他にも紹介してくださいと、そんなコメントがあったんですよね。じゃあもうこれ組み合わせちゃおうということで、コッホケミの内装なおかつレザーですねに使える商品はないかということでありました。それがこちら、今3つ用意したんですが、まあそれぞれ違うものです。コッホケミのいいところって、このラベルの色ね、この2つラベルの色が一緒なんですが、商品は違います。こっちはレザースターっていう商品で、こっちがトップスターという商品ですね。これね、ラベルの色によって分かりやすく分けられている。この2つは内装に使う商品なので、このエメラルドグリーンになっております。こっちの黄緑の方、ポルスターっていう商品なんですが、これ内装にも使えるんですが、クリーナーなんですよ。汚れを落とす商品。こっちは保護剤、艶出し剤みたいな感じですね。で、クリーナーになると黄緑で、他の商品もあって、この色のタイプのやつはどこかしらそれぞれね、その用途が違うんですが、クリーナーになっておりますよといった感じです。このコッホケミね、僕も使ってみてよかったものを過去に紹介したんですよ。 PSS、 あとマジックホイールクリーナー、その辺はね、実際に使ってみてよかったなと思って紹介したんですが、今回のものに関してはコメントでね、拝借したものなので、まだ使ったことがないです。なので、まあどんな感じなのかっていうのをこれからレビューしていきたいなと思います。あ、そうだ、1個ね言っておきたい。コッホケミのここちょっとなんとかなんないかなって思う部分ね、ハーフサイズ欲しいなって。だいたいね、まあ4、5千円するんですよ、これ1本。1リッター入って4、5千円だから、まあコスパ的なところで言うと、このポルスターとかは希釈できるのでめちゃめちゃコスパいいと思うんですよ。けどまあ量が多いので使い切るのも大変だし、それだったらハーフサイズとかで半額とか、半額まではいかなくてもいいですよ。ちょっと割高になってもいいから安い価格帯でね出てきてくれたらいいなと、僕はね他の商品 PSS とか含め思っております。まあとりあえずね、一旦どんな商品なのか、綺麗になるのかどうか、めちゃめちゃ汚いレザーシートを用意してるので実際ねやっていこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。ここで皆さんにお知らせです。2025年3月8日と9日ですね、愛知県のポートメッセ名古屋で開催される GMG 祭り2025にジェームスさんと一緒に出展することが決定しました。決定しましたと言っても結構前から決まっていたのですが、告知が遅れてしまいました。申し訳ございません。もうね、今週末ですね。 GMG 祭りは 4WD の文化祭と呼ばれていて、60社から70社ぐらいメーカーさんが集まって大きなイベントを行いますと、そこで私車の大辞典カカカでは今売り切れ中のブリタマですね、ネットでは3月10日から販売開始する予定なんですが、先行販売ということで GMG 祭りに持っていこうかなと思っています。なので 4WD 好きな方、そうじゃない方もこのイベントにね遊びに来てもらいたいなと思います。皆さん会場でお待ちしております。はい、そしたら外にやってきました。で、今回綺麗にしていくシートがこちら、ベージュのレザーシートですね。本革です。この辺がどこまで綺麗になるのか試してみたいなと思っています。この辺のね、肘置きとかもかなり汚れてます。これはね、結構綺麗になりそうな気がしてる。この辺とかもね、今回使うコッホケミのポルスターっていうのはクリーナーなので、汚れを落としてレザースターで保護する。で、もう一つのトップスターっていうのはこの辺かな、樹脂関係ですね、プラスチックの部分、こっちの、保護剤なので、こっちもポルスターで綺麗にしつつ1個ずつやっていこうかなと思います。
はい、そしたらまずは準備ですね。このトップスターとレザースターに関してはこれ現役のまま使えるのかな、保護材なので希釈とかはする必要はなさそうです。先ほども言いましたが、このレザースターは革の保護で、このトップスターは内装のトリム、シーリング、プラスチックやゴム部品などをケアする艶出し剤ですね。なのでこっちは一旦置いといて、このポルスターっていう革アルカンターラ、自動車の内張りやカーペットなどの布地用の効果的な中性クリーナーですと。でこれは希釈する必要があります。希釈割合は1対5から1対20をスプレーまたはマイクロファイバークロス灯で塗布します。希釈しないといけないのでスプレーボトルを用意するか、もしくはこういった泡で出てくるスプレーボトルっていうのかな、これもねコッホケミから出てるんですよ。おもろっと思って。しかもこの希釈割合みたいなのが1対20は書いてないんですが、1対5から1対1までこれぐらい原液を入れてくださいっていうのがメモリがあるんですよ。これねめちゃめちゃ分かりやすいです。いつもね思うのよ、1対5ってどれぐらいみたいな。一旦ポルスターを希釈していきますか。そしたらこのメモリ1対5のところですね。こんな感じで原液を入れますね。まずでそこから水を入れます。こんなもんかな。で蓋を閉める。あ、ちょっと溢れちゃった、入れすぎた、失礼。薄くなる分にはいいでしょうと勝手に解釈してます。とりあえずこんな感じで出来上がりましたと。クリーナーがね、一回ちょっと出してみようか、どんな感じか。お、すごっ、ふわっふわ。すごいね。シェービングクリームぐらいほわほわです。いいね。であとは僕の過去の経験上ですね、クロス濡らして固く絞ったやつ、これと乾いたクロスを1枚ずつ用意しておくのが理想かなと思ってます。で用意できるんだったらちっちゃいバケツとかを用意して、今回の車に関してはすごい汚れているので、このクロスも汚れてくるんですよ。それをバケツで洗いながらやってった方がいいかな。その車のね汚れ具合にもよるんですが、すごい汚れがねひどい場合はバケツとかもあるといいと思います。そしたらまずテスト的にこのコンソールで試していこうかなと思います。半分に区切ってこんな感じで手前側だけ綺麗にしていこうと思います。そしたらまずこのクリーナーですね。ちょっとつけすぎかも。ブラシで軽くこすっていくと。この皮って脂肪っていうか、この皮の凸凹があるじゃないですか。なのでブラシは必須だと思います。でこの隙間にこの縦横みたいな感じで斜めとかランダムにねこう磨いてってあげる。であんま硬いブラシ使うとこの皮がね傷むので、そこはねちょっと注意してもらいながらいい感じですね。ざっくり濡らして固く絞ったクロスでいきます。変わりました。やばくない？めっちゃ汚れてる。端の方もうちょっとやりたいな。で僕過去に使ったことあるこのレザー系のクリーナーだったり保護剤はあんまないんだけど、オートグリームのレザークリーナーと、あとソフト99のレザークリーナー、その辺ね動画にしてるんですよ。でオートグリームのレザークリーナーと、あとレザークリーム、あれはねかなり使いやすくて僕もね気に入って使ってるんですよ。けどそれ以外ねあんまねないんですよね、レザー系の商品って。これ汚れを落としたいからといって1対5の希釈割合ですが、例えば現役でやるとかするとこの皮も傷みやすいし、ものによってはなんか色落ちみたいなケースもあるので気をつけてください。これでもまだ汚れてるね。でこんだけクロスが黒くなってるっていうことは間違いなく汚れは落ちてると思います。で最後から拭きを入れて、で本当はこの後レザースター施工するんですが、一旦はクリーナーどれだけ汚れが落ちたか見たいのでスキンテープ剥がしてみます。すごくない？見えにくい？こっちから見るとすごいよ。この違いです。こんな汚れてたんですよ。マスキングテープとかでこうやってやるとめちゃめちゃ汚れがわかるんですよ。けどこの汚れを落とさずに汚い面がこっち側もあると目立たないから、そんな汚れてない風に感じるんですよ。こう落としてみるとこんな違うと、さすがに向こう側もやってあげないと。僕結構レザーのね掃除好きなんですよ。意外に結構汚れてて、特にベージュ系気持ちいいのよ。一回やり始めるとねもう止まんなくなっちゃうよこれ。
あっちもこっちもっていうやりたくなっちゃうのよ。スプレーボトルに希釈して液体でやると垂れたりとかしてあっていうことが結構あるんですよ。それもないのでいいね。こういう筆とかでも問題ないです。歯ブラシとかも悪くないけどあんま硬いとっていうところですよね。ほらきっとこれぐらい汚れたらバケツはあった方がいいです。もうタオルがどんどん汚れてっちゃうのよ。綺麗になった。そうなると側面ね、ここねもう気になるんですよ。はい、やっぱり汚れてました。汚れてるんですよ、気づかないだけで。すごいすっきり楽しい。次こっちがまた気になってくるんですよね。本題のめちゃめちゃ汚いとこ行きます。はい、そしたら続いてリアですね。これがねめちゃめちゃ汚いと。まずは座面からやっていきます。でこれ半分だけ綺麗にしていこうかな。こんな感じでマスキングテープを貼って半分だけいきます。この辺からいっちゃいますか。もう結構このシート自体劣化っていうか、ひび割れみたいなのもあるので新品同等までは厳しいんじゃないのかなとは思ってるんだけど、落ちてます。落ちてるんだけどまだ若干わかるかな、この隙間なんだよね。こういうところがまだ汚れているのでもうちょっとやってあげたいなといった感じですね。どうしても一方方向だけじゃブラシが入んないんですよ、奥まで。なので汚れがひどい場合はいろんな方向からでクリーナーの力を使って汚れを落としていくので、これをゴシゴシやる必要はなくて、要はかき出すっていうのかな、これが重要です。あんまこれゴシゴシやると皮自体が傷ついちゃったりするので、優しくいろんな方向からこの毛を入れてあげるみたいな形ですね。ここの汚れ取れたわ。くすんでたのが取れてるでしょ。さらに綺麗になりましたね。最後保護剤使います。だいぶ綺麗になった。この辺とかもまだ若干分かります？ここは綺麗なんですよ。結構重点的に今やったので。あとこの中央の方戻るとまた分かりやすいね。ここですね。このパンチングの穴付近、この辺ちょっとあんまやりきれてないなっていう感じ。意外にね綺麗にしていくとこれが目立ってくるんですよ。ちょっとずつちょっとずつやっていった方がいいですね。特にこの車はかなり汚れてるので、1回目僕結構広範囲でやったんですが、あのやり方だとこのボコボコしてるところの膨らみの方の汚れ、表面の汚れは取れるんですよ。けどこのへこんでる方が取れてないので逆にそっちの汚れが目立つ。これ結構ね革あるあるかな。なので本当汚れてる方はめちゃめちゃ綺麗にしたいっていう人、特に時間をかけてやってあげる方がいいですね。じゃないと迷彩っぽくなっちゃうっていうか、表面は汚れ落ちてるけど奥が汚れてて逆にちょっと汚れが目立つなみたいなケースもあったりするので、ここら辺はちょっと注意が必要ですね。こんな感じ。やってないところはやっぱ汚れてますけど、この辺の汚れはかなり取れたと思います。全くやってないこの上と比較すれば全然違うと思いますね。一旦この座面終わらせよう。急にこの生地置きやりたくなっちゃったのでこっちやっていきます。こうなんかぼやけて転園したところと汚いところ分かりづらいかもしれないんですが、結構上から見ると僕はさっき言ってたボコボコのへこみの部分に汚れが溜まってるっていうのが結構分かりやすいんですよね。こっちが綺麗にしてあります。こっち汚いです。ボコボコの膨らみの部分は比較的汚いんだけど汚れがへこみの部分に比べてあまりないんですよ。けどこのへこんでる部分に汚れがこう溜まってくので、その差でこういう風にめちゃめちゃ汚く見えるっていうね。ちなみにステッチは結構どうにもならないケースが多いですね。布なんで染み込んじゃうんですよ。けど後ろの方と比べるとステッチの色同色ではなさそうなので、そんな汚れてるっていう感じでもなさそう。はい、そしたら後ろ側のシート上から下まで半分だけね綺麗にしてみました。まだレザースター保護剤は塗ってないんですが、一旦ね車返さないといけないので、ここでどれだけ汚れが落ちたかっていうのをマスキングテープを剥がして見ていきます。全然違いますよね。こんな汚かったんですよ。
この違いです。すごいね。やっぱ油なのか汚れなのか結構テカリが出るのと、あと黒ずんでますね、汚れてる右側は。一旦今日はね暗くなってきちゃったのでおしまいにして、また後日もちろんね半分だけっていうのもかわいそうなので反対側もやりつつ他のシートもやってね、今のところこのポルスターの使用量は半分ぐらいですね。といってもこれ現役で使ってるわけではなく、この1対5のところまでしかポルスターは入れてないので、それまだ半分考えればやっぱハーフサイズ欲しいなって思うよね。ちなみに使ってたタオル、濡れ拭き用はこれだけ汚れました。空拭きもねちょっと汚れてはいるんだけど、濡れ拭き用はやばいね。やっぱこれを定期的にバケツで拭いてあげた方がよりね効率いいのかなと思います。はい、そしたらセンターコンソールの方にね戻ってきました。でここは綺麗になりました。あと保護材ですね。こちらレザースター、これもねこんないるかねっていう感じなんですが、このサイズしかないのでこれを使っていこうかなと思ってます。使い方なんですが、皮表面に適切なクリーニングを施した後、スポンジまたは柔らかいマイクロファイバークロス等で均一に塗り広げてください。で余剰成分を拭き取りながら乾燥させることでしなやかな風合いを演出しますと。自動車内装用レザー保護剤っていう位置づけみたいですね。高級化粧品にも使用されている有効成分により皮のしなやかさを保ち、汚れや劣化を長期間防ぎますと。で結構ねクリームっていうか液体みたいな感じですね。これも違いが出るのかどうかマスキングテープを貼って見比べていこうと思います。こっち側だけねやっていきましょう。だけどまあクリームっぽいっちゃクリームっぽいか。これを組み込ませてこういう感じだね。まだちょっと汚れてるな。で綺麗な面、クリーナーがついてないところで余剰成分を取っていくと、こんな感じですね。なんか変わったんかね、パッと見わかんないけど、まあ汚れを落とすよりかは簡単ですね。もう汚れもほぼ落とし終わったので本当に軽く塗って拭くだけ。ちょっとツヤみたいなの出たかな。テカりすぎてるところは拭いてって感じなんですが、一回マスキングテープ剥がしてみます。若干ツヤ感はあるね。これ映像じゃわかんなさそう。見た目でも角度をまあいろいろ変えないとわかんないレベルけど、触った感じはこっちはサラサラでこっちはしっとり。これ音で分かりそうだね。この違い、触った感じは全然違う。こっちはもうほんと乾燥肌みたいな、こっちはなんかクリーム棒みたいな。見た目的なところはそんな変わんないかなけど、しっとり感がやっぱ違うっていった感じですね。はい、そしたら商品的なところはトップスターっていう商品使ってないだけなので、これはこういう樹脂パーツ類の保護剤なので、一旦こういったステップ周りですね、白くなりやすいのでどんな効果があるのかクリーナーを使いつつ試していこうかなと思います。商品レビューを終わらせてから車両の方はね後から全部ババーってやっていきたいなと。一箇所ねジーンズの色がねついちゃってる箇所があるんですよ、運転席に。そことかどうなるのかこの後ちょっと試したい。いきますか。個人的にはねこっちの方が気になるけど、ここをやってたら動画がいつ出来上がるのかわからないので半分かな。乗り降りするのはこっち側なので比較的こっち側の方が綺麗なんですが、比較するっつったら汚い方残しといた方がねビフォーアフターはうわっってなりそうなんだけど、汚い方いきます。そしたらまずはこれですね、ポルスターか。はい、ピュッピュッと。でブラシは違うやつにしてみました。っていうのも使ってたのはヒート用にしようかなっていった感じ。ここもボコボコしてるんですよ、中心のとこね。だからそれがへこんでる部分の汚れをしっかり落とすためにこういうブラシは結構必須です。クロスでもいいんですが、クロスだとやっぱどうしても表面的なところの汚れしか取れないんですよ。でブラシはあんまこう寝かせるよりかは先端で汚れをかき出す感じでやってった方が綺麗になりやすいです。一旦こんな感じかな。濡らしてるクロスこれで拭いていきます。汚れてるね。こんな感じです。今一旦汚れを落とした感じです。見た目的なところで言うと今結構黒っぽいね、こんな感じけど濡れているから黒っぽいだけで乾いてくると白っぽくなります。
もうどうしてもね乗り降りして傷つくんですよ。そこに汚れが入っちゃうので、こういう風にね白っぽくなりやすいと。ある程度はもう仕方ない。この辺はまだ砂ぼこりとかついてるので白っぽかったりしますと。そしたらここにトップスター施工していきましょうか。商品の特徴的なところでいくと、長期間光沢を持続させ、汚れや紫外線から施工面を保護しますと。使い方は柔らかいスポンジにスプレーし、施工面に均一に塗布します。状況に応じて乾燥させながらマイクロファイバー等で余剰成分を拭き取ってください。注意点は、ペダル、ハンドル、タイヤなど滑りやすい箇所には使用しないでください。あとディスプレイとポリカーボネート、ヘッドライトとかには使わないでくださいと。なるほど。やっとこさ見つけたスプレーボトル。けどスプレーボトルじゃなくても良さそうだよ。 PSS みたいな線がついてる。だってこうチューって出てくるやつでしょ。ほらこういう感じですよ。これスプレーボトルである意味ある。普通にクロスでいいと思うんだけど、1回目はもうルールに従うということで、これやってみよう。柔らかいスポンジにスプレーし、スポンジ、いやタオルでも良さそうだけどな。1回はルールに従おう。マジ何でもかんでも新品のものがあると思うなよ。あったけどさ、アプリケーターにこれを塗布しました。タオルでもいいと思うよ。僕はね新品のタオルの方が塗りやすいんじゃないかなと今のところ思ってます。こんな感じ。乾いてくるとちょっとね落ち着いてくる感じがある。もうこんな感じで一旦いいですかね。汚れを取ったことによってアプリケーターは汚れておりません。だからクリーナーあんま変わんないじゃんと思った方もねいると思いますが、クリーナーやっといた方がその後のねツールが汚れなかったりとか、そういう効果はありますので。あと汚れてる上に保護剤みたいなのを施工するとホコリと混じってね結構汚くなっちゃったりするので、そこら辺はクリーナーとかを一応使っといた方がいいかなと思ってます。だんだんねやっぱ乾いてきて白っぽくなってきましたね。これがマスキングテープを剥がしてどれだけの差があるのかっていうのを一旦ね落ち着かせた後に見ていきたいなと思います。はい、そしたらマスキングテープ剥がしてみます。違うわ、あんまギッタギタではないですがいい感じに黒くなってますね。最初大丈夫かって思ったんですよ。やっぱねマスキングテープ剥がしてみないと分かんないですね。やっぱこの辺は傷もね結構あるので、ここはねどうにもなんないのかなといった感じですね。この間紹介した PSS も艶出し剤なんですが、あれはあくまでも外装用、トップスターは内装用。何が違うんだっていうとこなんですが、おそらく内装はこう肌にね触れるケースがあったりするので、そこら辺で使ってる成分が違うのかななんて思う。ここパッと見汚れてる汚れてないように見えててもらいたいんですが、そこにクリーナー使います。スプレーボトルと違って線を描くように出せるのいいね。ここだけね円を描くように。あんま汚れてないかな。もうそんな汚れてる感じしないよね。ここで新品のクロス、ここで拭きますね。ほら見て、こんな汚れてたんだよ。ここ恐ろしくない？怖すぎるんだけど。黒はね分かりづらいんですよ。やっぱ汚れがしっかり汚れは落としてあげた方がすっきりします。黒でも分かんなくてもすっきりします。そんなこと言ってたらこっちもすっきりしたくなる。これが洗車沼。この辺がすごい汚れてたんですよ。なのでおそらくこっちもねかなり汚れてると思いますよ。こんなもんでいいでしょう。汚れてるかどうかをお見せしたいだけなの。タオルきれいな面ね、いきます。ほら茶色いでしょ。きれいな面で拭いたんだよちゃんと。さっきの面はこっちだから余剰成分残るので、これをしっかり濡れ拭きでね2回3回やってあげると泡はなくなってくるの。これ一旦やってあげる。変なテカリがねなくなってくるんですよ。なんか飲み物とかもこうしてんだろうなみたいな汚れありますよ。これ多分ね映像じゃこのスッキリ感もしかしたら分かんない。ここですね。僕が言ってた運転席の乗り降りする時にズボンがここに引っかかるんですよ。だいたいねここがね革でもファブリックでも運転席側のこの右側は傷みやすいんだよね。ここはジーンズのこの青いのがついていると。こっちはもう結構ひび割れしてるから厳しそうなんですが、一旦この青いのが取れるのかどうか、こういうの気になってる人もいると思うのでやってみようと思います。ブラシにクリーナーつけて、結構綺麗になったかも。拭きます。繰り返しやれば綺麗になりそう。全体的にいきますね。生活感のある汚れがねやっぱ内装は多いんですよ。完全ではないけどうっすらまだ青っぽい感じは若干あるけど、だいぶ良くなりましたね。ここなんかめちゃめちゃ汚いよ。
革自体が傷んでるんですが、この辺やってみますね。傷んでるとこのひび割れがね逆に目立っちゃうケースもあったりするんですよ。けどこれぐらいだったらどう？まだ黒っぽく見えるこの線、これはもう表面が割れてこういう風に見えてるので、もうどうにもなんないですね、これ以上は。けどだいぶ汚れ取った分は綺麗になってると思います。こっちもひび割れがあるんだけど、汚れなのかひび割れなのかの判断が結構しにくいんですよ。見た目だとねこうバッキバキに割れてるような感じするんですよね。意外にシワのとこに詰まった汚れっていうケースもあったりするので、ここね見分けづらいですよ。けども修復しない限りはどうにもなんないんですよこれは。だったら汚れを落としちゃおうっていうね、これも考え方の一つですよ。この辺はもうひび割れ、あとはもうリペアしかないですね。けど全体的に黒っぽかったのはなくなったと思います。これはもうね仕方ないね。ひび割れてないところはだいぶ綺麗になるけど。はい、そしたら最後に助手席側のドア内張りですね。ここ皮もあったり樹脂パーツもあったりするので、マスキングテープで区切りました。で今回使った商品を使って一通りね掃除して保護剤も使ってどんな違いがあるのかビフォーアフターっていう形でお見せして終わりにしようかなと思います。はい、そしたら一通り手前側だけですね綺麗にしました。パッと見やっぱりねこの時点では大きな違いは見受けられないかもしれない。どんどん綺麗になってってんだけどぼやけてるっていうかくっきりはしてないの。実際のところどうなんでしょうか。こんな感じ、全然違いますね。はい、そしたら日陰の方に持ってきました。こんな感じわかるかな、上の方も差がしっかり出てますね。この皮のところやっぱあんまね汚れてなかったっていうのもあって、汚れの違いはないんですが若干しっとり感みたいなのはありますけど、レザースターやっぱしっとりするんですが見た目的なところは劇的にっていうことはなさそうですね。あとここね樹脂パーツなんですがやっぱ汚れがねすごいですね。結構違いわかるね。てかもうこっちがすごい汚れてるなって思うよね。あとこの下の方も汚れていたので綺麗にしてトップスターツヤ出し剤を使ってこんな違いですよ。トップスターツヤが濃いのかなって一瞬思ったんですが、やっぱこう比較してみると本来はこんな感じだよなみたいな、こっちがただ単に白っぽいだけだなっていう感じはね思いますね。はっきり差は出ております。半分ずつばっかりになっちゃったね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回は結構汚れていたレザーシートがあったので、それをね、綺麗にしてみました。使った商品はここにあるんですが、コッホケミーのポルスターっていうクリーナーと、あとレザースター。これは革の保護剤ですね。あとはトップスター。これは革関係ないんですが、内装のトリム、プラスチックだったりゴムをケアする艶出し保護剤。この3つを使ってね、お手入れの方をしてみました。冒頭でも言ったんですが、コッホケミーね、結構他にも色々あったりして、これだけじゃないんですよ。これもうごく一部。今何種類ぐらいやった ?123 あと PSS、 あとマジックホイールクリーナー、あともう一つモータープラスとね、8種類使ったのか。これでもねほんとごく一部です。まだまだあっていろいろ使ってみてくださいということだったので、どうせならということでコッホケミーで揃えてみました。コッホケミーはドイツのブランドなんですが、僕的にかなりいい商品っていうのが多いんですが、やっぱね容量が多いね。僕はね結構しょっちゅう使うのでこれぐらいあっても問題ないんですが、これの半分ぐらいであったらほんといいなとは思ってますけど、ケチらず使えるのでそこら辺も含めてどうなんだろう、1本買っておけばっていう感じですが、けど人によってはねいろいろ試したいっていう人もいると思うんですよね。そんな人からしたらちょっとこのサイズは大きいのかなといった感じです。このポルスターっていうのはクリーナーですね。黄緑のラベルはクリーナーとなっております。他にもねいろいろ黄緑の商品あるんですよ。持ってこようか。もう1本他のやつあるんですよ。これまだ動画で紹介してないんですが、これねグリーンスターっていう商品、クリーナーだから黄緑なんですが、パッと見じゃ分かんないですよね。 GS か PO かっていう、そんな違い。統一感があって並べた時にかっこいいっていうのはあるんですが、パッと見の判断だったり店で並んでた時にこれなんだろうってちょっと分かりづらいなっていうのがねデメリットかなとは思います。今回革のお手入れしてみたんですが、良かったのはクリーナーですね。ポルスター良かったです。この泡になるホームボトルっていうのかな、これもすごい良かった。これねいくらするのか2000ちょいとかで、希釈割合1対5だと原液をこれぐらいまで入れてくださいっていうそういうメモリがあるので、この辺もね分かりやすかったんですが、やっぱねちょっと
と金額的にはね、まあまあするので、フォームボトルぐらいはね、他で探した方がいいんじゃないかな、なんて思っております。あと、保護材ですね。レザースター。これも、触り心地がね、すごいしんなりして、見た目はね、そんな大きく変わんないかなといった感じ。ツヤツヤ感もないので、そこら辺は逆にね、いいのかなと思います。あと、トップスターは、匂いがね、表現ができない。ちょっとね、お薬みたいな匂いがするんですよ。これがいいと取るか、って取るか、微妙な感じかな。人によってはあんま匂いない方がいいっていう人もいると思うので、そこは一個気になる点だったかな。非常にね、使いやすい商品だったかなと思います。ちなみに、レザー一脚やるのに、時間で言うと、なんだかんだ30分ぐらいかかったかな。僕半分最初にやったじゃないですか。もちろんあのままお返しできないんで、もう半分ちゃんとやったんですよ。それがね、きつかった。境目を消すっていうのが結構大変で、1回目をね、結構しっかりやったっていうのもあるし、どうしてもうっすらね、線あるように見えるんですよ。それはまだね、レザーのへこみの部分に汚れが溜まってて、パパッとはなかなかいかないかなといった感じです。そこをね、綺麗にするとほんと全然違うので、個人的にはそこまでやってもらいたいなといった感じですね。そこまで綺麗にするってなったら、やっぱりツール、こういう歯ブラシだったり、このブラシね、コッホケミーのやつもあるんですが、僕はジーオンとかも持ってたり、あとオートブライトダイレクトのこういったブラシもあるんですよ。これはね、ほんとね、様々。一番柔らかいのはこのオートブライトダイレクト。このコッホケミーとジーオンめちゃめちゃ似てるじゃないですか。けど、実はこの毛の長さが違っていて、ジーオンの方がちょっとね、コシがあるっていうかちょっと硬め。コッホケミーの方がちょっと柔らかめ。この3つで言うと中間ぐらいっていう。歯ブラシですね。こういうのも、このコシの強さっていうのかな。いろいろ違ったりするので、どれを選ぶかっていうのがね、また難しいところ。あんま硬すぎると、皮自体を痛めつけてしまうので、そこら辺は注意が必要かなといった感じです。あとは PSS の時に売ってませんと、他に代替になる商品はありませんかっていうコメントも結構入ってたんですよ。そりゃそうですよね。売ってなかったら買えないんだから。だったら他にこういう似たようなのがあるよっていうね、提案ができればよかったなと思っておりまして、この商品、今回使ったもので言うと、オートグリム。これイギリスのやつですね。レザークリーナーとレザーケアバームだっけな。クリーム保護剤があるんですよ。これ過去にね、動画で使ったことあるんですが、その辺は結構おすすめかな。内装の艶出し剤はね、似たようなやつがなかなかない。ブードゥーライドのオールサーフェススピードディテーラー。あの辺ともまたちょっとツヤ感が違うので、似たようなやつがなかなかないな。しかもこれボリュームがこんだけあるので、コスパよくね、大量に使えるようなやつが今のところ見当たらないかな。ちなみにね、オートグリムの方は、ちょっと新車っぽい匂い。あれもね、例えらんないんだよね、あの匂い。今までに嗅いだことない匂いで、結構施工すると、なんか香料っていうよりかは、新品に戻ったような匂いなんだよね。あれはあれで僕は好きかな。もしね、この商品がいいなと思ったけど、売ってないな、けど、レザーシートをきれいにしたいなという方は、オートグリムのね、選択肢もありなのかなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週